火星。それは私たち人類に一番近いと言われる惑星。2030年代には人がこの赤い大地を歩くかもしれない。そんな未来予想図をあなたは耳にしたことがありますか？けれど私たちは火星について一体どれほどのことを知っているのでしょうか？どんな大きさでどんな歴史をたどり、地球から行くとどれほど遠いのか。そしてもしそこに住む日が来たのなら、私たちの生活はどのように巡るのか。今夜は赤い星を巡る小さな旅に出かけましょう。心を緩め、静かな問いに耳を澄ませながら。38億年前の火星は広大な海で覆われていました。火山活動が活発で、大気中の二酸化炭素濃度が高く、温室効果によって温暖な気候だったと言われています。つまり38億年前の火星は生命が誕生した頃の地球とよく似た環境だったのです。地球で生命がどのように誕生したかについてはまだ結論は出ていないものの、現在のところ海の存在が生命誕生に重要だったと考えられています。そのため地球と同様に海があった火星にも地球と同じように生命が誕生したと考えても不思議ではありません。地球では生命誕生後30億年以上の間、海中で生物の進化が続いていきます。一方、火星は地球よりも小さく、太陽から遠いため急速に冷えてしまいます。火山活動もなくなり、大量の水は氷として地下に蓄えられました。火星に海が存在した期間は数億から10億年間程度と推測されています。地球上の生物の進化速度と同じだと仮定すると、仮に火星に生命が誕生していたとしても、海中で光合成を行うような生物が誕生するには時間が足りなかったのかもしれないと考えられています。しかし、もし火星に生命が誕生したならば、今もきっと生存しているはずだと考える研究者も少なくありません。微生物レベルの生命が潜んでいた可能性について、今もなお研究が続けられているのです。それでは現在の火星は、まずはその姿をご覧ください。火星の半径は約 3390km。地球のほぼ半分という小型の惑星で、表面には古い衝突痕や断裂が数多く刻まれています。
各所で大地が盛り上がったり削られたりし、巨大なクレーターと切り立った渓谷が縫い目のように連なっています。赤道付近を横切るマリネリス峡谷は全長約 4000km に及び、惑星規模の裂け目として地殻活動の痕跡を物語ります。地表を覆うのは酸化鉄、いわば錆びた砂。薄い日差しを受けると一帯はほのかな夕焼け色に染まります。北半球には比較的なだらかな平原が広がり、南半球には古いクレーターが点在するという南北の非対称性が見られます。西方には太陽系最大の火山であるオリュンポス山がそびえ、約 22km という桁違いの高さで静かに存在感を放っています。では、火星は地球からどれほど離れているのでしょうか。両者の平均距離は約2億2500万 km。軌道上の位置関係によって最接近時は約5500万 km まで縮まり、遠ざかると4億 km 近くに開くこともあります。現在の推進技術で効率的な軌道を選べば、移動にはおおむね6ヶ月から9ヶ月を要します。打ち上げの工期は約26ヶ月ごとに巡り、探査や将来の輸送計画はこの周期に合わせて設計されます。気圧は地球の 1% 未満。日中でも気温は0度前後。夜間はマイナス80度に達することがあります。空はわずかにピンクを帯び、希薄な大気が微細な砂塵をゆっくり運びます。昼夜の寒暖差は大きく、むき出しの金属がきしむほどの温度変化が起こることもあります。音の少ない風景の中で、物理環境の厳しさが際立っています。赤い砂、巨大な火山、裂ける大地。太古の水の兆しと現在の極端な乾き。その両方を抱えながら、この小さな惑星は静かに公転を続けているのです。人類が火星で暮らす。その発想はいつ、誰が最初に思い描いたのでしょうか。19世紀、望遠鏡の時代。イタリアの天文学者スキャパレッリが火星表面に溝を記したスケッチは、英語のキャナルズ、運河として広まり、世界に創造の火をつけました。もしも火星に文明があるのなら、まだ
移住という言葉はなかったものの、赤い星は人の暮らしを投影できるもう一つの世界として意識され始めます。20世紀に入ると、空想は理論へと姿を変えます。ツオルコフスキーは宇宙ロケットの基礎理論を整え、地球は人類のゆりかごだが、いつまでもとどまらないだろうと語りました。続いてフォン・ブラウンがザ・マーズプロジェクトで艦隊規模の火星衛星を工学的に設計します。ここで初めて火星は SF の舞台から技術計画のテーブルへと載せられました。しかしアポロの余韻が残る1960年から70年代、現実は容易ではありません。冷戦下の予算配分、スペースシャトル計画の優先、積み上がる技術課題。火星案は何度も書棚へ戻されました。それでも火星の家というアイディアは消えず、研究室の引き出しで静かに呼吸を続けます。流れが変わるのは1990年代。ロバート・ズブリンが提唱したマーズダイレクトは、現地で燃料を作るという発想で規模とコストの壁を一気に下げます。今ある技術で始められる。その現実感が火星を再び現在形の目標に引き戻します。21世紀、推進力は2つに分かれて重なります。民間は巨大ロケットと反復試験で輸送のハードルを下げ、国家機関は月での実証を積み上げて火星の有人探査へつなげる。アプローチは異なっても矢印は同じ方向を指しています。空想で始まった物語は理論になり設計になり、今は静かな実証の積み重ねへと移りました。火星移住は夢ではなく、技術、安全、持続可能性を一つずつ検証する長期計画となったのです。真っ赤な砂の上に人間の足跡はまだありません。けれど半世紀の間に小さな探査機たちがその砂を踏みしめ、私たちに道筋を描いてきました。最初の扉を押し開けたのは1971年。ソ連のマルス3号という着陸機です。激しい砂嵐の中に降り立ちましたが、信号はおよそ20秒で途絶えました。火星の厳しさを最初に知らせた出来事でした。続く大きな一歩は1976年、アメリカのバイキング1号と2号です。周回機と着陸機を組み合わせ、
着陸機は赤い平原や気象や土壌、化学組成を長く観測しました。ここで集められた基礎データが今の火星研究の土台になっています。1997年、着陸機パスファインダーが巨大なエアバッグで弾むように着地しました。ここから小型ローバーのソジャーナーが地表を初めて自走します。動きながら測るという新しい探査の形がこの時実証されました。2004年、探査ロボットスピリットとオポチュニティが別々の地点に到着します。計画は3ヶ月でしたが、片方は十数年にわたって走り続け、合計で50キロを超える走行を達成。古代の水の痕跡を一つずつ積み上げました。2008年、着陸機フェニックスが北極に近い地域へ。ロボットアームで地面をすくい、白い霜や地下の氷を直接確かめました。水と生命の可能性、その距離感を静かに測り直した探査です。2012年、自動車ほどの大きさを持つ大型ローバーキュリオシティが空中クレーンと呼ばれる方法で精密に降下しました。ゲールクレーターの地層を丹念に登り、環境がどのように移り変わってきたのかを長期で追っています。2018年、着陸機インサイトが地震計で火星の鼓動を捉えます。数多くのマースクエイク、火星の地震の記録から地殻やマントル、核といった内部構造への理解が深まりました。2021年、最新世代の大型ローバーパーサビアランスが古代の湖の跡を調べ、岩石をくり抜いたコアを細いチタン管に収めて保管していきます。将来のサンプル変換を見据えた探査です。同じミッションで小型ヘリコプターのインジェニュイティが他の惑星で初めて空を飛びました。上空からの偵察という新しい目が火星探査に加わった瞬間です。同じ年、中国のローバージュロンがユートピア平原に着陸して走行を開始し、独自の地形や気象データを積み上げました。火星は多くの国が手を伸ばす舞台になりつつあります。地球を出て薄い大気をすり抜け赤い地面へ降りる。その一連の道のりはいつも綱渡りのようでした。成功率は決して高くありません。それでも挑戦は途切れず、地質、気候、そして生命の条件に関する理解は確かな歩幅で前へ進んでいます。砂に残っているのは小さなタイヤ痕と金属の足跡。
けれどその連なりはやがて人の一歩へと続く地図になるでしょう。最初の靴底が火星の砂を押し込むとき、その足は半世紀の記録と工夫の上にそっと降りていきます。まだ見ぬ日常を事実の積み木で静かに組み立ててみましょう。火星の一日は1ソル、24時間39分35秒。地球よりわずかに長く、時計の針は毎日少しだけ遅れて進みます。日の出は淡い青、夕暮れは赤いグラデーション。希薄な大気が光を散らすため、地平線は穏やかな色の変化で一日を締めくくります。空気は二酸化炭素が約 95%、酸素はごくわずかです。素顔で過ごせるのは加圧調温された居住区の内部に限られ、屋外ではレギュレーター付きのヘルメットが欠かせません。探査機で実証された酸素生成や藻類バイオリアクターといった技術が生命維持の要となります。住まいは放射線と微隕石から身を守るため、レゴリス、火星の砂で積層したドームや溶岩トンネルを機密化した半地下拠点が有力です。到着した宇宙船の船体を居室ブロックとして再利用する案も検討されています。壁は厚いレゴリス層で遮蔽し、内部は約 0.7 気圧、湿度 40% 前後に維持。照明は中光色から電球色へと移ろい、居住者の体内時計を優しく整えます。地上ではこうした暮らしの長期シミュレーションが進んでいます。働き方は基地の規模に応じて多能工化します。温室では食料生産担当が葉物や穀物を育て、藻類設備で酸素と栄養源を補います。屋外ではインフラ技師が太陽電池や小型電源を点検し、機密の微細な漏れを追います。ローバー整備士、地質研究者は岩石コアを採取し、地下表の分布を地図にします。通信室では片道4分から21分の遅延を前提にデータを送受信し、遠隔教育は録画とテキストを組み合わせて届けられます。小さな社会を支えるのはコミュニティケアで、映画の夜や低重力スポーツ、相談の場作りが心の温度を保ちます。ここでは一人が一役で完結せず、兼務が基本になります。季節は地球に似ていて、しかし少し長く、少し厳しいものになります。自転軸は約25度。四季はありますが、春と秋は長く伸びます。
赤道付近でも平均マイナス20度。夜間はマイナス80度に達することがあり、希薄な大気のため昼夜の寒暖差は大きくなります。季節風が強まると微細な砂塵が空を舞い、朝は霜が白く、夕暮れには青みを帯びた日没が地平線を横切ります。暮らしは計画して待つ力に支えられます。今日は外作業か室内か、発電は十分か、温室は保温できるか。そんな小さな判断の積み重ねが街を静かに前へ進めます。通信は非同期が前提です。最短でも片道約 4.3 分。遠い配置では21分。映画はローカルサーバーにキャッシュされ、会議は話す、待つ、返すといったゆっくりしたテンポで行われます。ライブ配信には時差コメントがつき、急ぎの連絡は小さなデータバンドルにまとめられます。速さより確実さが重視され、言葉には自然と余白が戻ります。こうして描かれる火星の暮らしは、少し長い一日と長い四季、人工の空気と赤い砂の家、そして遅れて届くメッセージに支えられた日常。地球を懐かしみながら、もう一度地球らしさを設計し直す。火星の生活は、そんな穏やかな実験として始まっていくのかもしれません。この旅で私たちは赤い砂の起源をたどり、遥か昔の水の痕跡に耳を澄まし、ロボットたちの足跡を追い、そして未来の暮らしを思い描きました。目を閉じれば夕暮れの空に淡い青、地平線には長く伸びる影。火星で迎えるソルの夜は、きっとこんな風に静かで、それでもかすかに胸を高鳴らせる未知と出会う前の鼓動が宿っているのでしょう。記録は事実を示し、映像は風景を伝えます。しかし、最後に残るのは問いです。この星に刻まれた時間は、私たちに何を語りかけているのか。移住という計画は、地球での暮らしをどう映し返すのか。あなたはこの赤い星を通じて何を感じ、何を思いましたか。